皆さんこんにちは。こちらはヤマハ C2A です。発売は1978年。当時の値段は17万円でした。同社のパワーアンプ B シリーズと組み合わせて使う形で商品化された製品です。内部は高級な部品をふんだんに使った贅沢な作りになっています。このモデルの主なスペックは次の通りです。このアンプのフォノイコライザーは入力インピダンスと静電負荷容量の切り替えが可能です。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。基本的にフラットです。このアンプには音色がありません。ただしカップリングコンデンサの容量が小さいので、つなぐ相手によって特性が変わります。この様子を後でご覧いただきます。歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。右肩下がりの線はノイズの特性です。普通はマッキントッシュのように谷があって上昇して上昇するところが歪みになりますが、このアンプには歪みが見えません。実際の波形をご覧いただきます。全く見事な性能です。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジは 120dB 近くあります。これは現代の DAC に近い性能です。70年代にこの性能を達成していたのは驚きです。プリアンプの価値を決める出力インピダンスを見ていきます。平らな部分は一般的な数字ですが、低域の特性が悪いですね。これはカップリングコンデンサーに十分な容量がないためです。この場合、つなぐ相手によって周波数特性が変わります。こちらは相手の入力インピダンスを変えて周波数特性を測った結果です。低域がドロップしていますね。これが音に関係しますが、10kΩ以上で過聴域がほぼフラットになりますから、大抵は問題ないでしょう。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。だいたい 5% 一定ですが、回転角の小さいところが悪いですね。コンダクティブプラスチックだからといって全ての範囲がいいわけではないようです。誤差が一定の領域はバランスコントロールで対処できます。ここもコンダクティブプラスチックですから精密な調整ができます。このアンプにはフォノイコライザーがついていたので性能を確認します。一番上の線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこれより下にあれば問題ありません。MM も MC も素晴らしい性能です。こちらはフォノイコライザーの周波数特性です。理想のカーブとほとんど一致しています。このアンプのフォノイコライザーは間違いなく最高のレベルです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。このアンプの音は原音と区別できません。そこで今回はオーディオショップでアンプを試聴する時の音を模擬しました。
3種類の音をお聞きいただきます。果たしてどんな感じに聞こえるでしょうか。それではじっくりお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。 A、B、C の違いは次の通りでした。これはアンプのボリュームをだいたい同じくらいに合わせて切り替えて視聴した場合の音の違いを模擬しています。ボリュームにはギャングエラーがあるのが普通ですからエラーを加えています。 A、B、C はすべて同じアンプの音ですから同じ音に聞こえないといけません。もし違う音に聞こえた場合は耳で聞いて合わせたくらいではアンプの音の比較はできないことになります。このモデルは最高の性能を目指して妥協せずに作り込まれている印象です。回路や部品は一見贅沢ですが一つ一つ吟味したものが使われていてその結果が性能に現れています。ノイズ、歪み、ダイナミックレンジといった基本性能は現代の DAC に近い性能です。設定自由度の高い最高クラスのフォノイコライザーが搭載されています。これを使って MM 型カートリッジの性能を引き出すことができます。音質に優れた MC 型のカートリッジを十分低ノイズで再生できます。テープの録音端子からフォノイコライザーの出力をダイレクトに取り出せます。レコードが好きな方はフォノイコライザー専用に使うのもいいでしょう。このアンプはカートリッジロードを使って静電容量を変えられます。この機能を使うと今まで謎だったカートリッジの音の違いを解明できるかもしれません。機会があれば取り組んでみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。